はい、2泊3日泊まるホテルにチェックインしました。今回私が泊まるのは大倉プレステージ台北です。なんと5つ星ホテルを予約してしまいました。一人旅なのにはい、ルームツアーしていこうと思うんですけど、プレステージルームハリウッドツインベッドということで、シングルベッドが2つあるお部屋になります。はい、入り口入ってすぐにこちらはクローゼットがあって、バスローブ、使い捨てのスリッパが2つあります。で、こちらバスルームです。洗面台と、あとね、深めの湯船、シャワーですね。で、台湾が去年の1月から全ての宿泊施設の歯ブラシだったりとかシャワーキャップとか、そういう使い捨てのアメニティの無償提供が完全に禁止および廃止されたということで、何もないですね。多分今まで大倉だったらね、この辺に歯ブラシとかそういうのがね絶対置いてあったと思うんですけど、何もないので、旅行に来るときはね、ちゃんと歯ブラシセットとかそういう必要なものをね忘れずに今後持ってこなければねいけないなと思います。はい、今回持ってきたのでよかったです。お水はねこちらに用意されてました。2本して、反対側がじゃあトイレかな。はい、こういう感じですね。で、シングルベッドが2つあります。折り鶴とか置いてありました。もうさすがホテルオークラ、チェックインの段階からもう全部ね日本語でコミュニケーションが取れるので、もうまるでねもうほんと日本のホテルに宿泊してるみたいな感覚でした。で、あとは奥にデスクがあって、こんな感じでミニバーがありますね。コーヒーだったりとか、あとお茶、紅茶、緑茶、ウーロン茶あります。ここにもお水がありました。4本ある。そして奥にソファー。わ、嬉しい。私の大好きなホテルオークラのパイナップルケーキが2つ置いてあります。で、外は中山の通り沿いということで、懐かしい景色が広がっています。私はねこの辺に、昔住んでいました。早めにチェックインできたので今2時半ですね。これからちょっとルーローファンとか食べに行ってちょっとお茶飲んだりとか、1日目からねアクティブに活動していきたいんですけど、ちょっと一旦パイナップルケーキを食べよう。これ大好きで、今回台湾に来たのは台湾茶を買うこと、そして台北のティーサロンに行くこと、あとは台北のローカルグルメを食べることですね。この3つで2泊3日楽しんでいきたいと思います。今までね私いくつか台湾旅行 Vlog をねYouTube でアップしてると思うんですけれども、そのどれもがね彼と一緒に旅してて、彼はね中国語は堪能なのでいつも彼に任せてコミュニケーション取ってもらったりとかしてたんですが、今回一人ということでどこに行くにも自分で調べていかなきゃいけないんですけれども、台湾はね結構日本語も通じるし地下鉄も分かりやすいので多分ね大丈夫かなと思います。ちなみに私の中国語力はニーハオシェイシェ、あとはブイヨン大豆っていう袋いりませんっていうの結構ね使うんで、ブイヨン大豆と南京シールパオっていう私が1年間住んでた家の住所、これだけは言えるので、路頭に迷ったらこの住所をタクシーのおじさんに頑張って伝えて近くまでタクシーで帰ってくるっていうことができるかなって思います。それぐらいの語学力なので、台湾旅行一人でもねこんな楽しめるよっていうのをお見せできればなと思います。はい、それでは2泊3日の台湾一人旅 Vlog スタートです。行きます。歩いて中山駅に向かっています。なんか日曜日だからかめちゃめちゃ人が多い。そして暑い。もう夏暑いな。はい、ここから MRT 乗りたいと思います。はい、新面までは20元ですね。チケットも買い方簡単で日本語に直してこちらを押してはい、これで片道分の切符買いました。新面着きました。
MRT6 番出口から出るとこれから行くねルーローファン屋さん点々ビーが近いです。いやにしてもちょっと日曜日の C 面混みすぎていて、明日来ればよかったと若干後悔してますが、ルーローパンが食べたくて仕方がないのでとりあえず行ってみることにします。混んでないといいんだけど。着いた。お昼時じゃないから空いてます。来ました。ルーローパンの小卵のせにしました。これで1つ50元です。3時だからか店が空いててゆっくり食べれそう。いただきます。美味しい。卵とろとろ。このルーローパン大好き。八角が苦手な人もここなら食べれると思う。シーメンでルーローファン食べてディフォアジェの方に向かっています。漢方でね有名な場所なんですけれども、そのディフォアジェに行きたい雑貨屋さんがあって、なんか可愛い陶器に入った台湾バームがあるらしいのでちょっと見に行ってきたいと思います。でシーメンからね MRT でも行けたんだけどちょっと乗り継ぎもあってもうね歩いて向かってます。30分ぐらいなんですけど今日は天気がいいので歩いてねディフォアジェの方まで向かっております。グリーンに来ました。これをね買いに来たんです。台湾バームっていうんだけど、こういうね小さな陶器の入れ物に入ってて、で中にヨモギとレモングラスのバームが入ってます。いろんな柄があって、これは竜かな、これがヒョウ、これがトラ、これが山猫です。かわいい。他にも服とかのクローゼットの中に入れるような芳香剤だったりとか、ハロサントいっぱい売ってるし、ブラッシュ&グリーンオリジナルのコーヒーとかお菓子みたいなもの売ってますね。休憩です。こちら鉱山ウーロン茶の冷たいもの頼みました。店内いい感じ、モダンな感じで落ち着いてます。でこの中国茶カフェ注文してからこの Google マップのさ口コミ見てたら、なんか炭酸とか窒素入りのお茶が飲めたらしくて、なんで私普通の頼んじゃったんだろう。それ飲んでみたかった。とりあえず頼んだのはこちら鉱山ウーロン茶アイスです。今5時です。この後はニシャイエス夜市の方に行って、夜市で夜ご飯食べたりとか茶葉買ったりしてホテルに帰るっていうようなスケジュールにねしたいと思います。今のところどこのお店も店員の方が日本語喋れたりとか日本語メニュー出してくれたりとかして、本当日本みたいに過ごせてるから、海外旅行でも台湾は本当になんていうかハードルがね低いなって感じます。みんな優しいからいいよね。結局もう一杯頼みました。これがスパークリングティー、なんか2種類あって、口当たりがストロングな方とライトな方ということでライトな方を頼みました。上にビールみたいに泡がありますね。これは文山宝酒茶と、あとは鉄観の、あと他にもなんか2種類ぐらいの
お茶と紅茶がブレンドされているものみたいですね。すごいビールみたい、本当に。すごい美味しい。なんか炭酸のシュワッとした感じと、ほうじ茶と鉄観音茶、あと紅茶、そのねお茶の香りが鼻を抜けます。なんかちょっとビール飲んでるみたいなそんな感覚もありつつ、これごくごく飲めちゃう。ちなみに今もうお腹はタプタプで2杯も冷たいもの飲んで寒いですいやでも飲んでよかった。高山ウーロン茶とかのアイスも美味しいけど、それはね結構他のお茶屋さんでも飲めると思うから、ここに来たらやっぱりこの炭酸とか窒素入りのお茶を飲んだ方がいいかな。今まで飲んだことないお茶の楽しみ方っていうか、美味しい。いや今日はなんかすごい日本の観光客の方で店内がもう大にぎわいで、あんなにお茶屋さんがね混んでるの初めてでした。いろいろゆっくり見て気になったものをいくつか買い、今から近くのニーシャイエス夜市で夜ご飯食べたいと思います。今ニーシャイエス夜市についてこのジーローハンの屋台に並んでます。折り返すぐらい列がねぐるっと並んでて、イートインの列で待ちます。ここでねジーローハンとあと青菜炒め食べたいです。送给一个友人。豆面袋装的，老板的，原味老板。じゃーん。私が好きなニーシャイエスの串焼きの屋台で羊肉の串焼き買いました。ここのね羊肉の串焼き本当に美味しいんですよ。1本75元です。いただきます。久しぶり。うまい。なんか辛味スパイスみたいなのが串にまぶってあって、味付けが絶妙。肉も柔らかいし本当に美味しい。はい、帰ってきました。さっきねニーシャイエスのところで買って帰ってきたドーファ食べたいと思います。いや今日はなんかもう肉ばっか食べてた一日なので、最後はちょっとドーファでさっぱりね締めたいなと思います。私の大好きなドーファー層のドーファー、台湾 Vlog 今まで何回も紹介してきて、もう私ここのドーファーが一番好きなんですけど、マイフェイバリットカスタムはタピオカドーファーにサトウキビのシャーベットをプラス、そこに黒ごま入り白玉ですね。このねサトウキビのシャーベットをね必ず皆さんドーファー層行ったらプラスしてほしいです。これが本当に美味しい。
なんか誰かと旅行するのも楽しいけど、一人旅ってほんと気楽で最高ですよね。自分のしたいようにできて好きな時間に帰ってこれるし、強いてデメリットを言うならば、たくさんいろんなものを食べれないところですね。それ以外はもう本当に一人旅って最高で、今日1日目買ってきたものを簡単にねご紹介していきたいなと思うんですけど、まずはディファージェにあるブラッシュ&グリーンっていう雑貨屋さん、そこでね買ってきたものですね。台湾バームです。小さな陶器にイラストが描かれてるんだけど、これはね山猫絵柄が入ってて、開けるとこういう感じでバームが入ってます。よもぎとレモングラスって言ってたんですけど、レモングラス強めかな。すごいねいい香りです。これはハンドクリームらしいので、指のささくれらへんのケアにねすごくいいなと思って買いました。でもこれお店の方曰くケア目的というよりかは、なんか魔除け厄除けとしてね使ってねみたいな感じで言ってきたので、今年厄年だからねお守り的な感じで持ち歩こうと思います。でこれを2つね他にも買ってて、厄年の友達にあげたいなと思って買いました。あとは台湾に行ったら必ず夜茶葉をね卸値の価格で販売してくれるお茶屋さんです。ミニマム 150g から購入できるので、だいたいいつも 150g でいくつかね気になるお茶を買って帰るんですが、前回台湾去年行った時に高山ウーロン茶の最高級ランク、値段がね一番高いものの 150g を買って帰ったんですよ。あと東方美人茶もかな。それがすっごく美味しくて、人にもねちょっと小分けにして配っちゃうぐらい美味しくて、今まではリーズナブルな価格帯のお茶をいろんな種類買ってたんですけど、今回はちょっと奮発しまして高山ウーロン茶最高級ランクのものを買いました。これ 150g で2000元です。ほうじ茶も一番高いランクのものを買いました。これ 150g ですね。で1000元です。あとは200元でプーアル茶も買いました。これはね結構リーズナブルな価格帯のものなんですけど、こういう感じで個包装されてるものが200元でこんなに入ってるので、これはすごいお得かなと思います。そんな感じで1日目からもう大充実です。明日は四環寺の方に行ってお茶屋さんに行ったりとか、茶葉専門店に行ったりとか、B 級グルメを食べたりとか、いろいろね予定を組んでますので、今日は早く寝て明日も一日楽しんでいきたいと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。台湾一人旅 Day2 です。今日はね朝5時半に起きて、めっちゃ有名な空飯道ジャンっていう朝食屋さんにね行こうかなと思ったんですけど、調べたら月曜が定休でやってないじゃんと思って、でちょっと二度寝しようと思って二度寝したら、その後めっちゃ寝ちゃって、で起きたのが9時半でいろいろ準備して、今はね11時前です。ちょっと遅めのねスタートになってしまったんですけど、これからホテルの近くの朝食屋さんに行きたいと思います。そこ行ったことないんですけど、なんか結構口コミがね3000件以上あって評価も高いので、トライしてみようかなと思います。あった、ここだ。11時なのにめちゃめちゃ人がいっぱい並んでます。イートインはこの右に並ぶみたいですね。朝食屋さんで大好きダンビンとアイスの紅茶豆乳ティー、あと小籠包が来ます。いただきます。めっちゃ美味しい。梅の甘さが加わって普通のミルクティーより好きかも。こっちの方がまろやか。大好きなダンビン。小籠包も来ました。4個入り。結構大きいですね。美味しい。あんの味付けが最高。あんが濃い。4個だけっていう量がちょうどいい。
お茶だけなのかと思ったらパイナップルケーキも売ってます。オリジナルと東方美人茶風味の2種類があるみたい。このお茶のセットのやつもすごく素敵。2300円。あと茶葉専門店なのでお茶がたくさんあって、ウーロン茶からプーアル茶、紅茶、鉄観音まで豊富な品揃えで、こういう感じで小さなねボックスに入ってるのがねすごく可愛くて好きなんです。高円寺ボックス一つずつ好きなのを変えたりもするみたい。めっちゃいいねこれ。あとこのヒマラヤブラックティーが店員さん曰くおすすめだそうです。はい、電車に乗って四環寺の近くにやってきました。今からねシャオマンというお茶屋さんに行くんですけれども、こちらのお茶屋さんでティーセレモニーを予約しているので向かっています。シャオマンはねずっと行ってみたかったお茶屋さんで、通常はね土日営業で予約なしで入れるんですけど、ティーセレモニーは土日以外の平日にインスタグラムの DM で予約を取って参加することができます。今回はねお茶の探求がねこの旅のテーマの一つでもあるので、とっても楽しみです。お茶屋さんシャオマンの近くにチェックつけてた焼きもち屋さんがあって、せっかくなので寄って買ってみました。すごい人気みたいでずっと行列ができてた。でそこの人気トップ3みたいなのが大根餅とネギ餅と緑豆餅なんですけど、私はね大根餅を買ってみました。1個40元だったかな。その子一緒に辛味ソースみたいなのもついてきました。ちょっと食べてみたいと思います。美味しい。千切りの大根がいっぱい入ってる。大根が甘い。そんでもシャキシャキしてて歯ごたえもいい。美味しい。四環寺でドーファー食べてもうめっちゃお腹いっぱいになっちゃって、一旦ホテルに帰ってきて
ちょっとね休んでたらもうすぐ8時なんですけど、結構ご飯屋さんがねどんどん閉まり始めててお腹いっぱいではあるんですけど、なんか夜ご飯食べないとこの後ね寝る前にお腹空きそうだからと思って今からちょっと外出たいと思います。一回行ったことあるね牛肉麺屋さんに行こうかなと思います。牛肉麺のお店で私が頼んだのはスーラーメンです。前回食べてねハマっちゃったんだけど、この酸っぱ辛いタレに絡ませて食べる麺がめちゃめちゃ美味しくて忘れられず最高です。いただきます。美味しい。なんかラー油系の辛さとお酢、勢いよく吸いすぎるとむせるぐらい酸っぱい。でもめっちゃ美味しいんだよな。お腹いっぱいでも食べれちゃいます。幸せ。はい、ホテルに帰ってきました。いやー今日も疲れた。とにかくねもうお腹がいっぱいですね。なのに帰りにねタピオカミルクティーまだ飲んでなかったと思ってシーユエンっていうドリンクスタンドがあって、そこでアッサムミルクティーのタピオカ入りを買ったんですけど、すっごい美味しいです。当たりだった。でそんな感じで今日も一日台湾茶中心にねいろいろねこう買ってきたものがありまして、パッキングをねする前に購入したものをご紹介して今日終わりにしたいと思います。まずはこちらポーエンジで購入したものですね。このポーエンジは代官山の混乱ショップに茶葉を卸していて、で私そこでねこのポーエンジというブランドの存在を知って、で今回ね台湾に旅行するにあたって行ってきました。じゃん、木の箱に入ってるんですが、箱を開けるとじゃじゃん、こちら茶杯とあとは茶葉がセットになったスペシャルボックスですね。小さなコロンとした形の茶杯、セージに焼いてる途中にねちょっとひびが入った、それがねもうデザインになっててすごく可愛いこちらの茶杯。これがね2つ箱の中に入ってて、ここのボックスの中には鉄観音と東京ウーロン茶が入ってます。本当に美味しいだけじゃなくてデザイン性だったりとか、この箱込みでねトータルで完成されてるところがねすごく好きです。あとはヒマラヤシングルオリジンブラックティー、これ店員さんおすすめということで買ってみました。 8g 入りのものですね。ちょっとお試しサイズのものです。あとはお友達へのお土産に小さなボックス、一つが宝生ウーロンティーとクイフェイウーロンティー、はい、読み方合ってるかな。この2つがね特別美味しいよということだったので、この2つを購入してお友達にね配ろうかなと思ってます。あとはお茶だけじゃなくてパイナップルケーキも売ってて、東方美人茶のパイナップルケーキ買いました。これもねすごく気になって、ここで買って帰ってばらまきのねお土産にしたいなと思ってたんですけど、これ残り1個これだけあるよって言われたので、この1個だけもうちょっと味見用にねちょっと買いました。ポーエンジのお茶はね、その場で結構在庫があったんですけど、こういうパイナップルケーキだったりとかそういう食べ物系のものは予約をあらかじめしたりとかしないとなかなかね結構売り切れてることが多いみたいなので、行かれる方はねぜひちょっと注意してください。1個しか買えなかったからここでちょっとね、食べてみて味の感想をね伝えたいと思います。わ、待って、すごい見えます？ちょっと茶葉っぽいつぶつぶのものがね生地に練り込んである。あ、香りも東方美人茶の香りする。すごい。いただきます。美味しい。すごい美味しいんですけど、東方美人茶ってちょっと蜂蜜っぽい甘さがあるじゃないですか。なのでパイナップルケーキにねすごく合うんだなと思いました。食べてこんな美味しかったら確かに完売しちゃうよね。美味しすぎ。はい、そういう感じでポーエンジで買ったのは以上で、あとは、茶芸体験に行ったシャオマンで購入したものですね。このシャオマンもねすごくいいお茶屋さんで、また絶対に行きたいと思ったそんなお茶屋さんだったんですけど、今回3種類お茶飲ませていただいて、その中でね一番好みだなと思った東京ウーロン茶を買って帰りました。こちらです。
でこちら 25g500 元ですね。この2日間でたくさん茶葉買えて本当に幸せです。今年はねこの買ってきた茶葉を大切にちび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 飲んで一人お茶会をね充実していきたいなと思っています。あっという間の2泊3日、明日が最終日ですが、フライトはね夕方なので午前中の時間を使って美味しいものを食べたりとかお茶を飲んだりとかできたらいいななんて思ってます。ではおやすみなさい。美味しかった。朝ごはん食べました。私ダンビンが好きだからちょっと食べ比べしたいなと思って昨日行ったところとはねまたちょっと違うところに行ってみたんですけど、昨日のご飯屋さんのダンビンはなんか素朴な感じで、今日ね食べたところは結構なんか胡椒かかってたりとか味に変化があってねめっちゃ美味しかったです。ダンビンはね今日行ったところの方が好みかも。でも飲み物は昨日の紅茶とミルクティーの合わさったやつが本当に美味しかったのでどっちも捨てがたいっていう感じで、昨日とね同じところにね行こうかなと思ったんですけど、今日ね違うところに行ってみてよかったです。ではまだね出発まで時間があるので、この後四貫寺へに行って結構朝からやっているお茶屋さんにね最後行きたいなと思います。はい、最後までお茶を楽しんで帰りたいと思います。Big old world. So what did I miss? California girl, Oregon bliss. It's a matter of time, and it's a matter of heart. Back to the start, and I don't know why I'm standing here while the rain is falling down, and I don't know why it's crystal clear. What could go wrong? What could go wrong? It's a picture perfect kind of world with you, world with you. It's a picture perfect kind of world with you, world with you. 入ったらカフェ利用かテイクアウトか聞かれて、テイクアウトって答えたんですけど、なんか今日はこちらのキャラメルのクッキーが試食できるってことなので、試食してから何買うか決めたいと思います。ウーロン茶と一緒に出してくださいました。これがバタークッキー。はい、台湾2泊3日一人旅、そろそろね空港に向かわなくてはなりません。帰国の時間が迫っています。もう本当に楽しいね3日間でした。台湾ね住んでたこともあったし、旅行でも何回も来たことがあるんですけれども、今回初めて一人で旅するということで、一人だからこそ今自分がハマっている台湾茶をね探求できたりとか、自分の好きなものをね好きな時間に食べに行ってたりとか、本当にやりたいことをね全部叶えることができた3日間でした。台湾は本当に一人旅しやすい海外旅行先なんじゃないかなと思います。一人旅ねしてみたいなっていう方は台湾から始めてみるのいいかもしれません。今回のね私のこの一人旅の Vlog が何か皆さんの役に立ったら嬉しいなと思います。またね私も気軽に一人で台湾に来ようかなと思っています。それでは日本に帰りたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。僕でした。